はい、バンダイナムコエンターテインメントが、いきなりバンダムさんの話題ですね。はい、バンダイナムコエンターテインメントが、版権 IP のゲームを企画するとき、バンダイナムコ側から、サイバーコネクト2に、言うとオファーを出すんですか？それとも、サイバーコネクト2が、自ら提案を出して、担当するのですか？どんな流れですかって、いわゆる、バンダイナムコっていうのは多分例え話であって、仕事の仕方ってどうやって決まるんですかってことだと思うんですけども、はい、お仕事の仕方ってのは2つあります。で、1つはバンダイナムコエンターテインメントさんのような、メーカー側、ゲームメーカー、よく我々ね、パブリッシャーって呼んでますけども、このパブリッシャー側から、我々デベロッパーに対して、こういう権利取得してて、来年、再来年、こういうゲームソフト出したいんだけども、サイバーコネクト2 LINE 空いてますかとかね。そうやって、こう、メーカー側から打診をいただくパターンと、我々、デベロッパー側から、我々今までこういうお仕事やってきました。ナルト、ジョジョ、ドットハック、ドラゴンボール、いろいろやってきましたけども、次こういうのやりたいので、メーカーさんお話聞いてくださいって言って、いわゆる企画提案をして、お仕事をするパターンと、いろいろあるんですけども、サイバーコネクト2は、今まで20数年、今言った後者の方ですね。我々から、次こういうのやりたいですって言って、提案をさせていただいて、作らせていただくパターンが多いというよりもそれしかないです、うちは。なので、オリジナル企画はもちろん、ドットアップシリーズなんかもそうですけども、ナルト、ジョジョの奇妙な冒険、ドラゴンボール Z、全部、うちから、企画書を書いて、いずれもバンダイナムコさんでしたけども、提案をして、やらせてくださいと。そして、話し合った末に、これぐらいの、規模感で、これいう内容で、これぐらいの予算感で、何年かけて作っていきましょうっていう同意を、持って、契約を結んで仕事をして、お仕事完成して出来上がったら著作人格権ごと、メーカーさんに納品をすると、そういう、流れになっています。日々ね、やっぱお仕事してると、いろんなメーカーさんから、いろんな、こう、企画の相談はやっぱ来ます。で、まだ未発表なんだけども、何々という漫画雑誌で連載している企画が3年後にアニメになるから、一緒にこう、ゲーム作ってね、ビジネスやりませんかっていうお話もいただくんですけども、大体、いただいたお話で、仕事したことがうちはないですね。大体やっぱこう、ご相談いただく内容が、おもんないっていうのと、あと、やっぱり我々がこう、何でもかんでもいいと思ってるわけじゃなくて、ナルトも、ジョジョも、ドラゴンボールも、やっぱ、鬼滅の刃もそうですけども、やっぱりお預かりする IP で一緒に仕事をするときっていうのは、我々もある種、ちょっとこう、IP を選ばせていただいて、このタイトルであれば、やっぱ我々も向こう10年、ご一緒して、このプロジェクトをやることによってゲーム、そしてアニメ、漫画、原作ですね。含めて、一緒にやっぱこう、プロジェクトの一員として盛り上げていきたいです。そして、こう、一発やって、うまくいかなかったら、また次頑張りましょうじゃなくて、やっぱちゃんと、こう、10年スパンで計画を立てて、長期的に、一緒にお仕事をできるものを、ある種選ばせていただいてますので、ちょっとね、別にそんな、偉そうな話ではもちろんないんですけども、サイバーコネクト2の場合は、そういった話を本当に真剣にさせていただいて、逆に、一回やらせていただいた以上は、もう、ちゃんと一つ一つを成功させて、長い、スケジュールを立てて、一作品で終わらず、二作、三作と、ちゃんと、つなげていくっていうことを前提にお仕事をさせていただいています。世の中全部、そういうやり方だけではもちろんないですけども、メーカー側さんから打診をいただいて、ぜひやりましょうっていうお仕事も、他社さんなんかだと、もちろん、多いと思いますけども、弊社の場合は、今言ったいわゆる企画提案型の、お仕事が、ほとんどです。以上、ではまた。